父が暗殺された時、わしはまだ5歳じゃった。性格に問題ある人じゃったからな。義則の横暴、我慢ならん。覚悟せい。待て。以来、将軍の権威はガタ落ち、わしの言うことを誰も聞かん。もう疲れたわ。子もないゆえ、将軍は弟の義見に譲って、わしは引退しようぞ。趣味に生きるのじゃ。そうまでおっしゃるなら、この早すぎる決断が騒動を巻き起こしたんだ。男の子がお生まれになりました。何？さて、困った。兄上、約束ですぞ。後継ぎが生まれたのですよ。次の将軍はこの子です。どうしたものか。とりあえずは一服じゃ。考えても仕方ないしな。今さら引けぬ。いつものことだけど、後継ぎ争いに大名の権力争いが絡んでくるんだ。この勝本にお任せを宗禅がついてますぞ。こうして戦が始まった。11年にもわたって京の都を焼き尽くした応仁の乱だ。応仁の乱って11年も続いたんですか？もちろん、いつも戦してたわけじゃないけどね。ただ、応仁の乱は幕府内の戦だ。当然政治どころじゃない。幕府が戦しているのじゃ。わしが戦して何が悪い。領地を広げるチャンス。戦の準備じゃ。戦は全国に広がっていった。力が物を言う戦国時代の始まりだ。応仁の乱は息子の義久が将軍になることで収まったんだけど、義久である。今すぐ戦をやめよ。幕府に従うのじゃ。貴様ら、将軍の命令じゃぞ。幕府の権威は地に落ちてたわけだ。この100年以上も続いた戦国時代を終わらせたのが織田信長だ。有力大名今川義元を討ち取って名を挙げ、強敵朝倉義景を倒し、最強と言われた武田を滅ぼした。それがわしじゃ。信長はとにかく気性の激しい人だったんだ。大名といえど寺には手出しさせん。武士の時代になってからも寺は大きな勢力を誇っていた。中には大名と戦するほどの戦力を持っている寺もあったんだ。何が悪い。そもそも仏に仕える我らに弓引くこと自体が罰当たりじゃ。わしに逆らう者は坊主だろうが容赦はせん。仏を相手にどこまでできるかな。地獄に落ちるぞ。比叡山を焼き払え。坊主どもを皆殺しにせよ。何？古いしきたりを嫌い、新しいものに敏感で。これが鉄砲か。面白い。3000丁用意させよ。キリスト教を広めたい？よかろう。我が領地で布教することを許そう。南蛮との貿易のためじゃ。キリスト教が広まれば、仏教坊主どもの勢力がその分弱まるしな。将軍や天皇の権威も通じない。今まで利用してきたが、もはや用済み。今日より追放する。235年続いた室町幕府もこれまでか。室町幕府を滅ぼしたのも信長だ。天皇が私に将軍職をと、お断りする。将軍だぞ。所詮は天皇の家来。わしが目指すのは日本の王者。幕府も潰し、信長の天下取りは目前だった。その野望を打ち砕いたのは信長自身の性格。荒々しい性格は家来に対しても向けられていたからだ。特に目の敵にされたのが明智光秀という家来だ。光秀、わしに逆らうか。お許しを。光秀は有能な武将だったけど、ちょっとしたことで信長の機嫌を損ねる。多くの家来の前で蹴り倒されたことだってあるんだ。うつけ者が、お許しを。そんなある日、光秀、今の領地をわしに返し、新たな領地へ移るのじゃ。ここまで育てた我が領地を捨てろと。さらに、毛利を攻めておる秀吉からの手紙じゃ。殿へ、戦の指揮をしに来ていただけませんか。わしも行くゆえ、お前は先に行って秀吉の補佐をせよ。補佐とは、秀吉の下につけというのか。
光秀は生真面目な性格。信長とは反りが合わなかったのかもね。それと対照的なのがこの秀吉だ。別に来ていただく必要もないが、最後の美味しいところだけを殿にお任せするのじゃ。秀吉め、ごますりのうまいやつじゃ。わしはもともと百姓の生まれ、変なプライドもないし、人付き合いは得意なのじゃ。わしはこのまま殿についていってよいものか。そしてついに、今、殿は京都本能寺。お供はわずか300。光秀は軍を率いて向かってる頃、わしは軍勢が整うのをこの本能寺で待とう。このまま本能寺に向かい、信長を討つ。明智殿、ご本です。何？己光秀、もはやこれまでだ。信長は焼け落ちる本能寺とともに自害。信長の天下への野望はこれで終わった。じゃあ、天下は信長を討った明智光秀が取るんですか？いや、違う。天下を取ったのは、そう、わしじゃ、秀吉じゃ。わしは電光石火の早業で戦場から取って返して、殿の敵、光秀を討ち、このまま天下を取るつもりであったが、味方してくれる大名が増えぬ。秀吉の軍が、何？もう現れたのか。その功績を使って他の重臣を抑えて織田家の力を引き継いだ。織田家を継ぐのは信長様の孫三法師様が幼い上殿の敵を討ったわしがお助けする。長男の信忠様も今日で討たれたのがわしにとっては幸い。長男の家が後を継ぐのが武家のしきたりだからな。ま、文句を言う者もおるにはおったが、冗談じゃない。秀吉め、三法師はまだ2歳ではないか。織田家を継ぐのは、わしこそふさわしい。秀吉め、あれ以来織田家の実権を握り寄った。このままでは済まさん。そのあたりは計算済み。邪魔者は滅ぼすだけよ。で、秀吉は柴田勝家を攻め滅ぼし、信長の三男、織田信孝を自害に追い込んだんだ。そして、ついに天下を統一したのじゃ。でも、その時代は長くは続かなかった。理由は信長の時と同じ。後継ぎが幼すぎたからだ。秀吉が死んだ時、息子の秀頼はまだ5歳だったんだ。家康殿、息子秀頼のことよろしく頼みますぞ。お任せください。頼ったのは江戸を領地に持つ有力大名、徳川家康。家康は昔から織田を味方してきた大名、秀吉とも共に戦ってきた仲だ。だけど、この時代そんなに甘くない。それを見抜いたのは豊臣の重臣、石田三成だ。家康め、殿下が亡くなって以来好き放題。大名同士勝手に結婚してはいかんという決まりを破って次々に娘を嫁がせておる。もはや豊臣との戦は避けられぬ。それまでに一人でも多くの大名と親戚になり味方にせねば。わしの娘を嫁にと。そして1600年、ついに二人はぶつかった。天下をかけた大戦じゃ。兵力はお互いに8万人。戦は互角に進んでいた。けど、何？小早川秀明は裏切ったと？我が軍総崩れです。戦する前から戦は始まっておるのよ。小早川殿、わしに味方すれば新たに2つの国を差し上げよう。小早川軍は1万5,000。この裏切りで勝負は決まった。戦から3年後、征夷大将軍になった家康は江戸に幕府を開いた。江戸時代の始まりだ。ついに徳川の天下じゃ。